どうも、ワンピースの謎を解く仮面 YouTuber、ゆえてなんぼのゆでろんです。ありがとうございます。いいね。チャンネル登録してね。今回は週刊少年ジャンプ2022年34号ワンピース最新話1054話園庭を考察していきます。ついに連載再開。情報量がもりもりで最終章開幕です。一緒に考えていきましょう。よろしくお願いします。まだ読んでない人やコミッカーの人は多いネタバレを含む内容です。さらに最新話の考察の場合は語呂合わせ考察が続きますから、苦手な人は今すぐ動画をストップしてください。よろしいでしょうか。行きましょう。1054話のスタートは1053話から引き続き花を咲かせながら花の都へ向かう花坂牛さんこと緑牛荒牧。それに気づいた赤鞘たちが緑牛荒牧を止めます。これが1054話の話数の語呂合わせ一つ目、止め石。止め石でしょう。5は5月のメイと読みます。こちらはワンピース公式キャラクター誕生日の語呂合わせで採用されている読み方です。止め石とは神社に置かれる立ち入り禁止を示す石です。ここから緑牛荒牧の説教が始まります。荒牧は天竜人こそがこの世界の神であると語り、世界政府に非加盟国である倭の国には人権がないといい、筋肉もりもりを発動。荒牧の能力はもりもりの実。それは海に並ぶ命の海の親ロギアそのものだと言います。周囲には森がもりもり生まれ、荒牧の髪型はまるで太陽の神ニカ。400年前のジャヤでシャンディアたちは太陽の神、雨の神、森の神、大地の神、4つの神を称えていました。太陽の神はニカ、現代ではルフィでしょう。そしてこちらの動画では雨の神こそがイム様であると考えました。ちなみに信じられないと思いますが、太陽の神ニカの話が登場する前、1018話の前に奇跡的にこれを考えていました。そして今回ニカのような髪型になった荒牧の能力は太古の人々から見ればまさに森の神でしょう。そして荒牧は海に並ぶと言っていますから、海、雨、水を操る能力者が存在していそうです。それこそがイム様であると1年前から考えています。そしてラハハハハと陽気に笑っていた荒牧でしたが、その正体は説教大好きおじさんだったようです。これが1054話の話数の語呂合わせ2つ目、問う牛。問う牛でしょう。5は中国語でウーと読みます。問う牛。そして何千人殺してでもルフィにたどり着くという進撃する森荒牧はまさに闘牛のよう。説教おじさん荒牧曰く、人類は舌を作って生きてきた。差別とは安堵だと語り、荒牧の体はさらに変化して、その姿は完全に木のおっさんです。ここまでワノ国編とスリラーバーグ編は表裏一体だと考えていますから、荒牧はスリラーバーグで見た木のおっさんモクドナルドと繋がっているでしょう。そんな荒牧が生み出す樹木は切っても切っても生えてきそうです。しかしそこへヤマトがその言葉全部許さないと荒牧を覇王色の覇気をまとった金棒でぶったたきます。これが1054話の話数の語呂合わせ3つ目、手格子。手格子でしょう。4は中国語で数です。手格子とは兵庫県の方弁で手助け、加勢をするという意味です。さらに大和の次に竜となった桃之助も加勢に現れます。桃之助はカイドウの真似をしてボロブレスを吐きますが出ません。しかしめげずに荒牧に噛みつく反逆竜桃之助。そんな桃之助は大和に、お主は戦ってはならぬと言います。これは一体どういう意味でしょうか。様々なパターンが考えられますが、その一つは例えば桃之助はおそらく倭の国を守るために開国をしませんでした。つまり桃之助には倭の国を守る決意があるでしょう。さらに光月おでんの公開日誌を見た大和は、桃之助こそが世界を夜明けへ導くと言っており、その桃之助自身も自分は死んではならないと言っていました。桃之助がどのように夜明けへ導くのかは分かりませんが、戦ってはならないイコール死んではならないという意味なら、もしかすると桃之助は自分の代わりとして大和に世界を夜明けへ導いてほしいと受け継ぐかもしれません。これが正しいなら1054話の話数の語呂合わせ4つ目は同行しない。同行しないでしょうか。桃之助はルフィや大和とは同行しない。倭の国を守っていく。大和に自分の使命を託す。ルフィの船に自分の代わりに乗ってってくれと、そんな可能性もありそうです。場面は変わって倭の国の近海にいる赤い反逆竜レッドフォース号4号赤髪シャンクス。倭の国に大将荒牧が侵入していることを見聞色または通信を傍受して察知しているようです。ここでシャンクスが現れました。シャンクスは昔出会ったおでんと桃之助、日和を思い出して懐かしんでいます。そしてラッキールーはルフィに会いに行こうと言います。
一方ヤソップは息子ウソップに会うことにためらっていますが、赤髪海賊団たちは何やら嬉しそうです。なぜシャンクスたちがワノ国の近海にいるのでしょうか。考えられる可能性はたった一つしかありません。シャンクスたちがワノ国の近海にいる理由、それは映画の宣伝です。このシャンクスの行動を悪意を持ってみれば映画の宣伝、そしてカイドウビッグマムが敗れた後に漁夫の利を狙ってよだれを垂らして現れたハゲタカドシャンクスですが、そうではないでしょう。シャンクスは例えばカイドウとビッグマムが海賊同盟を結んだことをキャッチして強大な存在になる前にワノ国に駆けつけてカイドウを倒そうとしていた、そんな可能性が浮かびます。海軍ドレイクとコビーの通信を傍受できればシャンクスは動きそうです。しかし駆けつけた頃にはルフィがカイドウを倒していた。そんなルフィの手配書を見たシャンクスは意味深にこれがとつぶやきます。ここでルフィの手配書が太陽の神ニカである意味が成立しました。シャンクスのセリフの続きはおそらくこれがニカかでしょう。ニカルフィの手配書を見たシャンクスは意味深に笑います。これは例によって1054話は154話とつながるでしょう。154話ではルフィの手配書を見たドクタークレハが生きていたのか D の意思はと意味深に笑っていました。また54話の扉へもルフィの手配書です。とにかくルフィの手配書を見て笑ったシャンクスはやはりゴムゴムの実がゴムゴムの実ではなく太陽の神ニカだと知って強奪したと読み取れます。そして場面は13年前の嵐の海、政府の船を襲うシャンクス。当時の CP9 フーズ風はシャンクスの目的が分からず、なんだってんだゴムになる実だろとゴムゴムの実を護送している意味も、シャンクスがゴムゴムの実を狙っている意味も分からない様子でした。とにかくシャンクスはゴムゴムの実が太陽の神ニカだと知って奪った。それは一体なぜでしょうか。数週間前僕の知り合いがこちらの生配信でも言っていましたが、シャンクスがなぜニカを知っているのか考えられる可能性は3つです。その1、ロジャーからニカの話を聞いた。その2、五老星からニカの話を聞いた。その3、自分でラフテルへ行って知った。この3つでしょう。まず五老星から聞いた可能性は低いでしょう。最も可能性があるのはロジャーから歴史の全てを聞いたパターンでしょうか。シャンクスは968話でロジャーと話して泣いていました。まずラフテルには明らかに予言が残されています。これは光月おでんの公開日誌からもわかるでしょう。その予言を残したのは800年前のシャーリーの祖先でしょう。つまりラフテルには歴史の全て、そして未来の予言もオーネグリフに書いてある。そこでロジャーは例えばシャンクスに25年後に麦わら帽子のゴムの男が現れる。その男が世界を分け導く。その頃に俺は生きていない。俺の代わりにそいつをお前が導いてほしい。俺はこれから自首をして大海賊時代を導く。そんなようなことをシャンクスに言って託したかもしれません。それを聞いたシャンクスは涙を流したと。ロジャーからシャンクスへの受け継がれる意志です。これが最も可能性が高いパターンでしょう。もしもこの考えが正しいなら、以前の動画でも考えたように太陽の神ニカことルフィをシャンクスはロジャーの代わりに導いている、見守っている。現在の状況をシャンクスが裏で作り出したとも言えるでしょう。シャンクスという名前の語源、シャンクとは船の怒りの辛抱のことを言いますが、他にも映画ショーシャンクの空にのイメージがあるかもしれません。ショーシャンクとはアメリカの地名ですが、動詞としても使われます。その意味はこっそりと大きなことをやり遂げるという意味です。ロジャーの意思を受け継いでシャンクスは最終章へルフィを導いている。そのようにも考えられます。この話を1054話で語呂合わせするなら、手ごしらえ。手ごしらえでしょうか。手ごしらえとは自分の手で何かを作り出すことです。シャンクスは裏で世界の流れを作っていた。もちろんゴムゴムの実ニカを選んだのはルフィ自身であり、逆にゴムゴムの実ニカの意志が選んだのもルフィです。それはこちらの1年前の動画でもそのように考えました。またシャンクスと五老星の関係についてはこちらの動画でゴムゴムの実とオペオペの実、シャンクスとロシナンテの2つの表裏一体から海軍ロシナンテが海賊ドフラミンゴに従うふりをしていたなら、シャンクスはロシナンテとは逆に世界政府、つまり五老星に従うふりをして情報を引き出していると考えました。そんなシャンクスは1話の風車村を思い出し、失った腕を手で押さえています。しかしシャンクスはルフィに会う気はないと言います。それよりもシャンクスの縄張りを荒らしたルフィの子分バルトロメオを締めに行くと言います。確かにバルトロメオはシャンクスの旗を燃やしてルフィの海賊旗を広めていました。さらにシャンクスはベン・ベックマンに酒を注がれて、なあベック、そろそろ取りに行こうか。
ワンピース。なんと長年動かなかったシャンクスがついにワンピースを狙うと言います。この時シャンクスが飲んでいる酒の銘柄は67種5番。これはおそらくベートーベンの交響曲第5番運命作品67でしょう。つまりシャンクスがワンピースを狙うことは運命。しかしこれはまたどういうことでしょうか。ワンピースを今から狙うならラフテルへの道4つのロードポーネグリフが必要です。その一つを持っているのはワノ国のカイドウですから、シャンクスは目の前のワノ国へ侵入してカイドウが持っていたロードポーネグリフを探すべきでしょう。しかしシャンクスはワノ国には侵入せずバルトロメオの元へ向かうと言います。シャンクスの行動は何かがおかしいです。つまりシャンクスはおそらくすでにラフテルへ行った。いや、これも何かが違う気がします。残る可能性はシャンクスはラフテルへのエターナルポースを持っている。これでしょうか。ロジャーからラフテルへのエターナルポースを受け取っていればシャンクスはロードポーネグリフを集める必要はありません。いやいや、シャンクスがラフテルへ行けるならなんでこれまでずっとワンピースを取らなかったんだよと思われるかもしれませんが、ロジャーたちもラフテルへ行きましたが俺たちは早すぎたんだと言っていました。その後ロジャーは人魚姫、つまり古代兵器ポセイドンこと白星が生まれて成長する日をシャーリーに聞いたことを思い出していました。つまりラフテルへは行けるがワンピースを取るためには白星とそしてルフィことニカが必要であることがわかります。さらにヤマトは桃之助こそが夜明けへ導くとも言っていますから、白星、桃之助、ルフィ、この3人が必要なのかもしれません。以前も考えたように白星とは星、光月桃之助とは月、ルフィとは太陽、そんなイメージでしょうか。つまり仮にシャンクスがラフテルへただ行ったとしてもワンピースは取れません。太陽の神ニカが覚醒したからこそ、木が熟したからこそシャンクスはワンピースを取りに行くと決意したと考えます。そのように考えるとシャンクスは先回りしてラフテルで待っているかもしれません。そしてシャンクスはなぜワンピースを取る、奪うと表現したのでしょうか。2年前のこちらの動画ではラフテルはクジラに飲み込まれており、そのクジラは3つの正義の門に囲まれたタライ海流の中央の大渦の底に囚人のように政府に囚われていると考えました。だからこそシャンクスは奪うという表現をしたのかもしれません。またワンピースとは何度も言うようにロジャーが手に入れたものの総称であり複数あると考えています。さらにワンピースを見つけると世界はひっくり返ると白ひげは言っていました。そして2年間ここまで僕はワンピースとは滅ぼされた王国の跡地、そこには金銀財宝、デュオポーネグリフ、さらに遊園地があると考えてきましたが、それだけでは世界をひっくり返すことはできなそうです。世界をひっくり返すにはどうしたらいいでしょうか。世界がひっくり返るワンピースの正体、それはビジュアルダイヤル。天竜人が大嘘つきであり800年前に罪を犯していたなら、ワノ国編の終わりや頂上戦争の終わりのように800年前の映像を全世界の人々に見せれば世界はひっくり返る。一つなぎの語呂合わせは一つなぎ1127であると何度も言ってきましたが、これは実はやや苦しい語呂合わせでしょう。正当な一つなぎの語呂合わせは一つなぎ127 127はでんでん虫。このでんでん虫とつながるのがビジュアルダイヤルだと考えます。空島で見たビジュアルダイヤル、そこに800年前の天竜人たちの悪行、歴史が映像として残されている。これは100話と1000話のワンピースのタイトルからわかるかもしれません。100話と1000話のワンピースのタイトルだけが渦巻き模様です。この渦巻きは大渦を表し、さらに海も表しているなんていう可能性もあります。場面は変わって海軍本部、どうやら革命軍サボは炎帝と呼ばれており世界の英雄となっているようです。これは1ヶ月前の1053話で考えたように、やはり世界中で革命が起きているようです。ただし2年前にサボはインペルダウンへ護送中だと僕は考えましたから、こちらは外れています。これが1054話の話数の語呂合わせ6つ目、火起こし。火起こしでしょう。革命の灯火とエースの炎がサボの中で交わって世界中で火起こしが起きている。